これでわかるスザンナ。旧約聖書外典ダニエル書に記されているセクハラ&パワハラのお話です。裕福なユダヤ人ヨアヒムの妻でスザンナという美しい女性がいました。ある日、彼女が水浴をしていると、それを覗き見ている老人2人がいます。その老人たちは町の権力者で裁判官でもある長老。そんな2人がレイプを企みます。そして言います。誰も見ていない私たちの言う通りになさい。さもないとお前が若い男といたと言うぞ。と脅します。当時、貫通した人妻に下される罰は死刑でした。それでもスザンナは貞操を守ることを選びました。と、ここでこの後どうなったかをお話しする前に、画家によっていろいろな描かれ方をしている水浴のシーンを私の勝手な妄想とともに少しご紹介します。さて、続きのお話です。スザンナが大声で人を呼ぶと、逆に長老たちも大声を上げて罪をでっち上げました。裁判では長老たちが有利。二人とも同じようにスザンナが若い男と密会していたと言います。スザンナは無実を訴えます。その裁判の傍聴人の中にダニエルという青年がいました。彼はスザンナの言い分の方が正しいのではないかと思い、長老2人を別々の場所に呼び、若者といた場所はどこだったかと聞きます。2人は木の下というのですが、その木が何の木かは打ち合わせしていなかったみたいで、それぞれ違う木を言います。それにより2人の嘘がバレてスザンナは助かりました。長老2人は石打ちの刑に。もしダニエルがいなかったらスザンナは冤罪で処刑されるところでした。ちなみにスザンナという名前はヘブライ語で百合の花の意味。百合の花は純潔の象徴です。まあスザンナでなくてもこの老人たちに襲われるのであれば死んだ方がマシと思うかもしれませんが、この話の裏にはバビロン捕囚時代があります。ユダヤ人がバビロンに強制移住させられた話が元になって描かれていて、被害に遭っても最後には正義が勝つという意味があるそうです。ただその被害がレイプとして描かれることで、パワハラに加えセクハラにもなり、よりリアルです。そしてこの絵がたくさん描かれたのは、おそらくヌードを描けるから。しかも覗きの場面ということで、見てはいけないものを見ている感覚をこちらにも与え、ドキッとさせられます。では最後に他のスザンナの絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。